皆さんこんにちは、五野へみきです。今日のテーマはナレーション、中でも強調表現についてお伝えしていきます。なのでナレーションに取り組んでいる方、社内の動画に自分のナレーションを入れることになったとか、自分の YouTube に自分でナレーションを入れているという方、あとは声優、アナウンサー、ナレーター、レポーター、そういった原稿読みのお仕事を始めたての方におすすめの内容になっております。で、原稿読みをする機会がない方でもプレゼンとかスピーチに強調表現をですね入れられると単調じゃなくなりますので、お役立ていただけるかなと思います。で、ナレーションにおける強調表現なんですけれども、立てるという言い方をします。これはですね、例えばスタジオで収録しますディレクターの方から喋り手の方にここもっと立ててくださいとか、あとはここをそんなに立たせないでください、そういう指示が入りますね。なので私もこの後立てるという表現使います。で、強調方法を早速お伝えしますと、強くするではないんですね。強調だけれども、強くなることももちろんありますけれども、強くするのが強調表現ではないというのが日本語。日本語は高低アクセント、高いところと低いところがある言語になりまして、アクセント形態については詳しくは別の動画でまとめているので割愛しますけれども、強調表現一つとしては高くする、これが立てる表現ですね。そしてスピードも重要でして、ゆっくりにする、これも強調表現になります。詳しく実演でお届けしていきます。スピーチトレーニング。築100年を超える木造家屋が立ち並んでいますという原稿があるとします。この原稿の木造家屋を強調するとこうなります。築100年を超える木造家屋が立ち並んでいます。木造家屋でグッと持ち上げる感じですね。高くするし、ゆっくりにする、この2つを使うと強調できます。で、木造家屋を高くしたいので、築100年を超えるでしっかり下げるのも大事になってきますね。築100年を超える木造家屋が立ち並んでいます。こういうふうに抑揚ができます。で、同じ文章でも築100年の方を強調すると強調ポイント変わりますね。築100年を超える木造家屋が立ち並んでいます。真ん中の超えるを強調すると築100年を超える木造家屋が立ち並んでいます。こういうふうに高いプラスゆっくり、この2つを使うとその場所が立つ、強調するということになりますね。で、これはですね、いきなりこうやって原稿を持ってさあ強調するっていうのは初めは難しいと思います。おすすめは手を使うですね。その言葉をクッと持ち上げるようなイメージで、築100年を超える木造家屋の木造家屋を強調するとしたら、築100年を超える木造家屋が立ち並んでいます。クッと手をね一緒に持ち上げる。歌手の方も音程を取るのに手を使う方いますよね。クッてこういう風にするとぐっと立てやすくなりますのでおすすめですね。ちなみにこの文章、築100年という最初の言葉と超える、この2つの言葉を強調するのがちょうど良さそうな文章だなと私は思いまして、そうすると2個強調ポイントが入りますね。なので、築100年を超える木造家屋が立ち並んでいます。こんな風な手の使い方をするといい感じで立てられるなと思います。で、そうすると気になってくるのが、どこを立たせるのかという問題ですね。次は強調箇所ご説明していきます。スピーチトレーニング。原稿の中にタイトルがある、あるいは人の名前がある。これ基本的に強調ポイントになりますね。例えばタイトルですと、それではこの後はサロンラジオでお楽しみください。この後が強調されちゃうと変ですよね。それではこの後はサロンラジオでお楽しみください。これだと変なので、タイトルを立てる、サロンラジオのところを立てるということで、それではこの後はサロンラジオでお楽しみくださいになるわけですね。ちなみにどこも立たないとやっぱりのっぺりした感じになりますね。それではこの後はサロンラジオをお楽しみください。これだとのっぺりした感じになるので、それではこの後はサロンラジオでお楽しみください。これ強調表現で単調じゃなくなりますね。それから人の名前、基本的には強調ポイントになりますね。例えば今日のゲストは五野へみきさんですという文章だったら、今日のゲストは五野へみきさんです。
当社で初めて女性管理職になったのは五戸美希さんですだったら、私管理職になってないですけれども、ちょっとね他の人の名前使うといろいろ問題があると思うので全部私の名前にしています。当社で初めて女性管理職になったのは五戸美希さんです。このメガネを使っているのは五戸美希さんですだったら、このメガネを使っているのは五戸美希さんです。はい、こういうふうに強調するところ、名前のところは基本的には立てる、高くゆっくりにするところになりますね。あとは強調ポイントとしては、意外なこととか驚くところ、それも強調ポイントになりますね。例えばスピーチトレーニングのイベントを東京ドームで開催します。開催だとしたら東京ドームでやるなんて普通はありえないことなので、スピーチトレーニングのイベントを東京ドームで開催します。あとはこのパソコンはなんと50年使用されています。50年パソコン使うなんてなかなかないことですから、このパソコンはなんと50年使用されています。はい、ナレーションとしてはこういうふうにゆっくり高くするというのが強調立て方ですね。で、ちなみにフリートークの場合はもうちょっと驚きを入れたいですね。なんとスピーチトレーニングのイベント東京ドームで開催されます。こんな感じになるわけですけれども、今日はちょっとテーマナレーションということで東京ドームで開催します。このゆっくりと高くというのをですね、驚きのところでもやるというのが一つお伝えしたいことですね。スピーチトレーニング。それ以外で強調箇所というのはですね、強調したいところかどうかになってくるっていうとね、ちょっと抽象的なので実演でお届けしていきますね。オリジナルグッズをご覧の皆様に抽選でプレゼントという文章だとします。オリジナルグッズはタイトル立てますね。で、ご覧の皆様のところは強調してもいいししなくてもいい、強調したいかどうかというところになってきます。で、抽選はそんなに強調したくないですね。みんなにプレゼントするわけじゃなくて抽選なんだというところであんまり強調したくないところで、プレゼントするっていうのは強調したいところですね。なので、こちらの文章はこうなりますね。オリジナルグッズをご覧の皆様に抽選でプレゼント。こんな感じですかね。あともっと短い文章で分かりやすくすると、詳しくはホームページへという文章だったら、詳しくは強調しないですね。ホームページは見てもらいたいので強調したいということでこうなります。詳しくはホームページへ。はい、続いてはこちらという文章だとすると、続いては強調しないですね。こちらは強調したいですね。ここを見てほしいということで、続いてはこちら。はい、高くするとゆっくりにするで強調することができますね。で、慣れるまではですね、これも原稿をパッと見てすぐ立てるっていうのはなかなか難しいかなと思います。まずはですね、原稿にメモ書きたくさん入れるのがいいと思いますね。原稿の強調する部分に、例えば線を引っ張るとか、あとは色で塗るとか丸で囲むとか、自分が目で見てパッとここ立てるんだっていうふうに視覚的に分かるようにして、手を使って持ち上げる練習をしていくといい感じに強調表現できると思います。スピーチトレーニング。ということで強調表現お伝えしてきました。これどこを強調するのかというのを考えることで読解力がつくというメリットもありますね。あとは冒頭でお伝えしましたけれども、原稿読みをする機会がない方も立てる、その強調するというこの概念が分かると、プレゼンとかスピーチ単調じゃなくなりますし、あとは司会をする方には絶対必要なスキルだなと感じますね。今日のゲスト五戸美希さんです。どうぞ。これも強調表現になりますので、ぜひですね、読みは喋りを、喋りは読みを良くしていくと私すごく感じておりますので、取り入れていただきたいなというふうに思います。ということで、五戸美希のスピーチトレーニングチャンネルはスピーチトレーニング専門のチャンネルとして運営しております。私メルマガも配信しておりまして、こちらでは毎週話し方を解説するラジオを配信していますので、ぜひご登録ください。それからオンラインサロン五戸美希のスピーチトレーニングサロン運営しておりまして、こちらでは毎週オンラインでグループレッスンをしておりまして、ナレーションレッスンもありますので、ぜひチェックしていただきたいなと思います。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。